こんちは。4G 初めから攻略パート12です。前回はドンドルマ復興の第一歩として筆頭たちからの依頼をこなしました。いよいよ古流芸劇の要である指揮官が来そうなとこでモノブロスが出現。指揮官の安全確保のため今回はモノブロス討伐から始めるよ。上位もここから本格化って感じです。一丁やったりましょう。さて、モノブロス戦。なんだが、ドスゲネ、ダフすぎないか？まあ、角は刺さってなかったみたいなので、衝撃を受けただけ。なんですかね。刺さってたら、セロが上がってたので、刺さらなくてよかったです。セロ Z のモンハンも見てみたくはあるが、世界観とか、いろいろ壊れそうだな。我々は見てませんけど、映画版は結構きつい描写があるって聞きますけど。まあ、気が向いたら見る、かも。んなことより、モノブロスですよ。モノブロスね、過去作では7と並んでソロ専用モンスターだったけど、7がマルチに進出したために完全ソロ専用の地位を欲しいがままにしているよ。それは名誉なことなんでしょうか。まあ、7がワールドで復活したこと自体が結構驚きのニュースだったから、こいつが最新作でひょっこり復活してもあんまり驚きはしなさそうだけど、モノブロスに関しては一人で挑むのが暗黙の了解っぽいので、その設定に引っ張られなければいいですが。ココットの村長の伝説がベースなんだよね。火山じゃないんだから単独にこだわらなくても。秘境の奥地に住むモンスターならまだしも、今回は周囲に被害をもたらしてるらしいので、人数をかけてでも討伐しておいた方がいいですもんね。ま、一応はハンターだけの設定っぽいけどね。クエストの依頼文には討伐隊が束になってかかったって書いてるし。ハンターってたまにロマンとか追い求めますよね。現代でいう登山家とパルクーラーの中間みたいなノリなんでしょうか。もうちょっと公的な組織の一員感はあるけどね。っていうか、登山とパルクールのことよく知らないじゃん我々。そうか、あんま適当なこと話さない方がいいですね。過激派に見つかったら大変です。今 4G に興味ある人の中にそんな過激派がいるのかって話だけどね。さ、戦闘の方は乗りに成功しました。今のうちに角を壊しきりたいです。モノブロスの角、特に何に使ったか覚えてないが、1回1本しか入手できないしな。いいですね。ちゃんと壊せました。割と耐久値高いですね。ブロス系の角といえば、エリア10の岩盤に刺して殴ってたよな。今は、ノリとかスタンがあるから、攻撃する機会は多めだけども。振動が追加されるまでは、本当に刺さったとこを殴るだけで壊せてました。さて、2エリア移動してきたよっと。疲労してますね。尻尾攻撃チャンスです。斧ぶん回して。よーし切れた。モノくんの尻尾は2回剥ぎ取りだからな。本体も4回剥ぎ取りなので、ディアブロスよりお得感があります。これも、ソロ専用モンスとしての救済措置なのかね。多分そうだと思います。モノブロスハートの存在もありますしね。村界の伝統的なレア素材だな。モンスターハンターポータブルまでは激鱗系は村で出なかったからね。初期作には階にも2段階あるんですよね。厳密には階、ハード、G 級の3段階だね。G 級は今でいう上位相当だけど、階をベースに激鱗とかレア素材が出現するのが中間のハードクラスだね。懐かしいですね。今ではモンスターハンターポータブルだけで味わえる仕様ですか。ポータブルにもそのうち触れたいな。4K の次にやり込んだ作品だからね。ところで、我々の動画見てくださってる方って、初モンハンはどこが多いんでしょうね。
多分、年齢層的に、セカンド G とかサードが多いんじゃないかな。MH4 が初って人も多いだろうけどね。売り上げ、セカンド G の次くらいに多いみたいだし。オンラインが無料だったのもあって入りやすかったでしょうしね。その反面、オンライン環境は、だいぶカオスではあったが、難易度が高いギルクエ部屋が一番民度が高いまでありましたね。キック機能、実装されてよかったよ。さて、これで終わりだ。お疲れ様です。上位序盤の山、越えましたね。外武器だけど10分は切れたか、体力はやはり抑えめだ。それにしても、もう剣竜骨解禁ですね。上位後半に出るイメージでした。4G は、星8から一気にできること増えるみたいね。楽しみですね。じゃ、街に戻りましょうか。いろいろあったけど、無事お師匠様が到着だ。筆頭リーダーとクシャルダウラの対峙がありましたが、何やら師匠も含め因縁がある様子です。
底火山と氷塊の依頼だ。どちらを攻略してもいいらしい。もう火山まで行けるんですね。取れる素材が一気に増えました。前回に引き続いてだけど、ちょっとまた装備を整えたいな。ジャークも、ここに来てようやくまともな上位武器が入手できますね。ちょっくら各地を回ってくるか。お待たせ。素材集め一段落よ。前回と同じ演出、多用すると飽きられますよ。延々鉱石掘ってるとこなんて流せないでしょ。で、作るのはこれですね。大体のジャーク使いが作るであろう武器、ブラックフルガードだね。倍率172スロ3と、上位武器らしい性能を持ちますね。正直、攻略するだけであれば、上位はこれ一本あればいけるね。てなわけで、試し切りがてら、キークエのフルフルに来てるよ。火力が上がったのを実感できてます。ひるみ回数が明らかに増えました。ジャークに相性がいい敵であれば、本当にこれ一本で肩がつくな。榴弾瓶が肉質無視なんで、硬い相手でもゴリ押しできちゃいますしね。余裕があれば、強属性も揃えた方がいいけどね。頭殴りづらくて、属性に弱い相手は特に。村8まで来ると、レア6クラスの強力な属性武器が、たくさん作れるようになります。とはいえ、全部に手を出してると全く進まないから、ある程度選別していくけどね。ただ、作れる武器の候補を見てるだけで、楽しい気分になるのは確かだ。防具も適宜更新していきたいです。さて、これで終わるかな？さすがに早いですね。まだ6分も経ってません。フルフル原種がジャークと相性いいのはあるけど、武器強化するだけで世界が変わるな。星8程度なら、十分これで乗り切れますね。お次はレイヤーシュか。原種は弱々だったレイヤーですが、亜種はガチモンスターとなっています。いろいろ魔改造されてるから気を抜けないな。このまま行こう。上位も本格化って感じですね。フィールドも、砂漠夜がここから解禁か、昼夜で別扱いなの珍しいよな。同じ旧砂漠でも、昼夜で取れるアイテムが変わります。夜の方が難しい扱いされてます。どちらかというと、暑い昼の方が厳しそうなイメージだが、まあ、それはいいか。気を引き締めていきましょう。おお、昼と夜でムービーまで違うのか。本当に別フィールド扱いなんだな。これは後にも先にも珍しい。というか多分唯一無二の仕様ですかね。夜になるだけで、レアな鉱石や虫が湧くの、だいぶ不思議なところだよな。まあ、昼夜で様子が変わるのは今では当たり前ですが、クエストランクすら変わるのは面白いですね。一部、地形も変わりますし。それにしても、レイヤーシュどこだっけ？初期砂地だったら遠回りしたかな。やっと見つけた。3分くらい探し回っちゃった。初期位置は、キャンプ隣の砂地みたいですね。ちょうど反対側から回っちゃいました。さて、こいつは、原種からだいぶ強化されてるから油断しないようにしないと。攻撃面が強化されてるほか、頭の肉質もだいぶ硬くなっています。一応、防御面に関しては弱体化もあって、足がかなり柔らかくなってるよ。尻尾攻撃の強化でインファイトは危険だけど、ジャークは GP でさばけるから相性いい方かな。ちゃんと付け入る隙が用意されてるのいいですよね。ハイリスクハイリターンな戦闘は面白いです。小うどんは対処しやすいけど、肉質だけ渋いのが一番つまらないパターンだね。4系列は、そういうモンスター少ないですよね。攻撃は苛烈だけど、防御面が薄い敵が多い気がします。そうそう。だから難易度は高いんだけど、メリハリついてて手応えが感じられるんだよね。極限はちょっと話変わるけど、それでも体力自体は抑えめな方だし。それに比べて、獰猛化や超特殊は、まあまあ、別作品だから、なんだかんだダブルクロスも5、600時間はやってたしね。ただ宝まとい、おめえはダメだ。
体力多いだけなのは、いろいろ疲れますからね。定期的に、モンハンの過去作品を一からやり直してるんだけど、モンハンクロス系は、同盟化が面倒で、いつも同じところで手が止まっちゃうんだよね。シリーズによるプレイ時間の差もありますけどね。どれも G 級ソロはそれなりに難しいですから。クロスにも同盟版の交流席あればよかったのに、仮技ゲージ増えるだけじゃなくて、体力の強化幅を考えると、肉質なんかくらいは欲しかったですね。それ言ったら 4G も同じだけどな、嫌になっちゃう箇所、いくつか思い当たるし、4G って見る分には派手で面白いけど、自分でやるとカロリーでかすぎて続かない。そんなシリーズの印象はあります。だからこそ、今でも見てくれる人がいるのかもしれないね。一から始めたら、まともなギルクエの用意だけで50時間コースですからね。我々も、他人事じゃないからな。このデータでは自己算で用意しないといけないし、探索の仕様から勉強中だ。スタムいいですね。レイヤー氏といえば、集会所の緊急艇だよな。懐かしいですね。MH4 の集会所。会でフルコアを揃えたキッズたちが、次々と焼かれていったのを覚えています。フルゴアエイムオブトリックね。香ばしい匂いがプンプンするぜ。ゴア刻みのテンプレなら、非耐性多少マシだからよかったけどな。ゴア一式だと匠が発動しないのがミソですね。この頃の一式装備は良い印象なかったです。意図して組んだ結果、一式ならいいんだけどね。マルチなら、なおさら相手に意図は伝わらないし。一式を見た瞬間退出する過激派もいるので、土台、野良で意識を統一するのは不可能です。移動してきた。思ったより苦戦してないぞ。チャークとの相性いいし、武器強化も効いてる気がします。アシといえど、ベースはレイヤだから、一発一発がはっきりしてるんだよな。カウンターが取りやすくて、戦ってて心地いいよ。惰性も必要ないですしね。弱りましたね。いいね。10分かからなさそうだ。巣はここの隣だったと思います。よしよし、これで終わりだ。ガブラスが見てます。言った。おいふざけるな貴様。急にアグレッシブになる小型モンスター、あるあるです。危ねえ。これ捕獲失敗してたら、私何するかわからんかったぞ。腹いせにガブラスを殴っております。研究所の助手がお茶をすすってて、到着が遅れているらしい。なかなかの大物ですね。とりあえずゲネル戦行きますか。モンスター自体は今更だけど、ちょっとしたイベント会話があるから見ておくよ。はい、これがイベント会話です。助手さん、結構ちゃんとキャラ付けされてましたね。石変えるときと応急耳栓もらうときしか話さないから、モブキャラみたいに思ってた。とりあえずこの人がいないと研究所開かないので、サクッと終わらせましょう。ほい、終わり。回よりサクッといけた気がします。やはり、ゲネルはゴリ押しに限る。先行投げて調室をぶち込む。これが正義なんだな。上位ゲネル素材は後々必要になります。チャークには重要な相手です。さて、これで助手のお茶も終わったかな。
ってわけで、研究所が無事開設。次は、火種を求めてリオレイヤーか。それにしても、リーダーが青い顔をしていたそうですが、何かあるのでしょうか。彼にも話を聞いてみるかね。彼と師匠との因縁、根っこにいたのはリオレイヤーだったのか。それにしても、急速に出れましたね。何かあったら泣くかもしれないそうですよ。一応男キャラなんだが、さすがに男同士の友情だよな。明かりさす、火を求めれどぬばたまの、何やら仰々しいタイトルですね。今更レイヤー原種一匹か、さっさと終わらせるかね。何があるかわかりません。油断せずに行きましょう。ここに来て、捕獲可能ラインのアナウンス。このクエスト何か匂うぞ。お察しの通り、このクエストは、かなり特殊な仕様です。さっきのアナウンスが出て以降、レイヤーを足止めすることが強制的にできなくなります。根本的に、体力もめちゃくちゃ低いんだよ。まだ3分も戦ってないぞ。上位の中でもあまり強くない個体なんですかね。ちゃんとした火種取れるんでしょうか。ま、いっか。せっかく逃げ先も分かったんだし、追ってみよう。なんと、クエスト失敗になってしまいました。珍しいことがたくさん起こるな。モンハンの負けイベなんてこれくらいじゃないか。これは、メインモンスターであるセルレギオスのお披露目クエですね。このレイヤーのムーブかまされたら、どんな熟練ハンターでも眺めるしかありません。なんか、師匠がめっちゃ慌ててたな。とりあえずドンドルマに戻るか。
町のみんなと団員が協力して、報酬を用意してくれてたね。失敗は残念だが、これは嬉しいな。それで、お披露目もつかの間、もうセルレギオスの討伐依頼が来てるそうです。G 作品の追加モンスターだからしゃあないけど、本当に満を持しての登場だよね。これを退けないと、復興は進みません。やるしかないでしょうね。じゃ、次回、いよいよレギオス戦だね。ほい、今回はここまでだよ。ようやくメインモンスターのお出ましです。村上位も後半戦に突入ですね。8に上がってからトントン拍子に進むな。敵も本格的に強くなってくるぞ。その分、装備もどんどん充実します。裏作業がはかどりますね。ほいじゃ、次の動画で。またね。